どうも、マルチャンネルです。現在開催されている2024パリオリンピックも後半戦に突入しました。セーリング競技、ウィンドサーフィン種目で新設された IQ フォイル級では、すでにメダルレースが行われ、男女ともにメダリストが確定しています。今回はウィンドサーフィン種目 IQ フォイル級について、セーリング競技会場であるマルセイユの空撮映像とともに詳しく解説していきます。前回の東京オリンピック開催時に別の動画で説明していますが、今回からウィンドサーフィン種目の停止が RSX 級から IQ フォイル級へ変更されています。停止や RSX 級については以前の動画で解説していますので、そちらをご覧ください。では詳しく解説していきましょう。 IQ フォイルは従来のウィンドサーフィンを一新する画期的な停止で、その名称はイノベーションクオリティとハイドロフォイルを組み合わせたものです。この停止の最大の特徴は、ボードに取り付けられた水中翼によって水面から浮き上がって活動する点にあります。水中翼技術は航空力学の原理を応用したもので、水中で翼の上下で速度の異なる水流が生まれることによって揚力を生み出し、ボード全体を持ち上げる仕組みです。これにより従来のウィンドサーフィン種目 RSX 級では考えられなかったような高速滑走が可能となりました。 IQ フォイルは風速3メートルほどの微風から18メートルの強風まで幅広い雰囲気で安定したパフォーマンスを発揮します。 IQ フォイルの開発にはウィンドサーフィン業界をリードする2つの企業が関わっています。ボードはスターボード、セイルはセバーンですね。両者の技術力を結集することで高い性能と信頼性を兼ね備えた停止が誕生しました。セイルはハイパーグライドオリンピックと呼ばれ、微風時でも効率的に揚力を生み出す最先端の設計が施されています。男子用は9平方メートル、女子用は8平方メートルのサイズが採用されています。 IQ フォイルの導入により、ウィンドサーフィン競技はより高速でエキサイティングなものへ進化しました。水面から浮き上がったボードが海上を疾走する様子は、まるで海を飛ぶかのような印象を与え、観客を魅了することでしょう。またこの新停止は微風時でもレースが可能なため、これまで以上に多様な気象条件下で競技を行うことができます。 IQ フォイルの採用はオリンピックにおけるウィンドサーフィン競技の歴史の中でも大きな転換点となります。1984年のロサンゼルス大会でデモンストレーション競技として初めて登場したウィンドサーフィンは、1988年ソウル大会から正式種目となりました。その後停止の遍歴を経て、2008年から2020年までは RSX 級が使用されてきました。そして今回のパリでは IQ フォイルの登場によって新たな時代を迎えることとなりました。 IQ フォイルの性能を最大限に引き出すためには、従来のウィンドサーフィンとは異なるテクニックが要求されます。水中翼による浮力を活用しながら、セイルの角度や体重移動を巧みにコントロールする必要があります。ウィンドサーフィンをやられている方ならご存知かとは思いますが、この水中翼フォイルはウィンドサーフィンという枠組みを大きく広げてくれました。また IQ フォイルの登場はウィンドサーフィン競技にとどまらず、マリンスポーツ全体に大きな影響を与えています。水中翼技術の普及により、サーフィンやカイトボーディングなど他のボードスポーツでも同様の技術が応用され始めています。
本大会では I 級フォイル級に加えフォーミュラカイト級も新設されています。また最近ではウィングフォイルの人気が爆発中で、いずれオリンピック種目になると予想しています。当チャンネルでは引き続きウィンドサーフィン、ウィンドフォイル、ウィングフォイルの動画を公開していきますので、もし興味がありましたらぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。